こんにちは、佐久間みおです。ここまでバストアップのためのマッサージとエクササイズをご紹介してきましたが、今日ご紹介するストレッチも合わせたこの3つが私が知る限り最強の美乳を作る方法です。ということで早速ストレッチについてですが、キーワードは天使の羽です。天使の嘘やろ。天使の羽っていうのはここの天使の羽っていうのはここの肩の後ろの逆三角形の骨、正式名称肩甲骨っていうんですけど、ちょっとね気持ち悪いかもしれないけど別名天使の羽とも呼ばれていて、この天使の羽をいかに動かすことができるかにバストアップの命運はかかっています。で、やり方の前に理由を分かっていた方がストレッチの際にイメージしやすくなるので、まず50秒だけ説明を聞いてください。この肩甲骨っていうのは背骨とか直接胴体の骨にはくっついてなくて、首、肩、胸、腕、脇、腰に広がる6つの筋肉に引っ張られて位置が固定されている浮いた状態の骨です。そんな肩甲骨の周りの筋肉たちが長時間のパソコン作業だったり、姿勢が悪い状態で長くいたり、お風呂はシャワーのみで湯船に浸かれない日が何日か続いたりとかすると、血液やリンパの流れが悪くなってバストアップに必要な栄養分もうまく行き渡らず、お胸が育たなくなり、大胸筋も衰えちゃうのでバストの位置も垂れ下がってしまったり、しかもそれだけでなく肩こりとか頭痛、冷え性、むくみ、腰痛などなど様々な体調不良やダイエットの天敵にもなってしまったりするんだそうです。はい、ということで肩甲骨の大切さをお分かりいただけたところでセルフチェックしてみましょう。まず背中で両手がつなげるかどうか、次に背中で合掌のポーズができるかどうか、両手がきちんと手のひらが合わさるかどうか。両手が難しい場合は姿勢を正して頭、肩、背中、腰を壁にペタッとくっつけます。で、肩から腕までも一直線に壁にくっつけて、この時肘が曲がったり壁から腕が離れたりしないように気をつけながら、痛みを感じない位置までぐーっと上に上げてみましょう。1時くらいの位置までスムーズに上がるようであれば肩甲骨の柔軟性はいい感じです。これが余裕でできる方は栄養が行き渡りやすいはずなので、お胸が育つと言われている食べ物やサプリメントとかも効果が出やすい状態だと思います。加えてマッサージとか女性ホルモンの分泌を促してあげれば、もうこれがちょっと厳しいっていう方は今からご紹介するストレッチを仕事の合間だったり、お風呂上がりや夜寝る前などに少しずつやってあげればだいぶ変わってくるはずなのでご心配なく。ということで、まずお風呂上がり編。ストレッチに一番効果的と言われるのは、体が温まって筋肉も柔らかく伸ばしやすくなっていると言われる入浴後、できれば湯船に浸かった後ですね。さらにリラックスした状態でのストレッチは副交感神経を刺激して快適な睡眠を促してくれるので、お風呂上がりから寝る前の時間が一番おすすめです。やることはとっても簡単で、まずリラックスした状態で座り、肩に両手を置きます。肩を起点に肘を上下に上げ下げします。上げて下げるまでを1回として、だいたい10回ぐらいやってあげましょう。次は同じように前後に動かします。これも前後ろを1回にして10回くらい動かします。次は前回しを10回くらいして、後ろ回しも10回くらいしてあげます。以上もしくはこういう位置関係で10センチずつくらいある分厚めのクッションやバスタオルを置いていただいて、コロンと横になって上の足を90度くらいに曲げて前に倒します。そして上の方の腕を適当にぐーるぐーる、肩から肩甲骨を動かすイメージでぐーるぐーる適当に回して、ほぐれたなと思ったら手をグーにして上下左右にある分厚めのクッションたちにパンチします。逆も同じように日々のストレス発散にもなりますし、どうせ鬱憤を晴らすならバストアップしながら晴らしましょう。よし。
で回数とかは指定してほしいっていう方のために一応10回とか言いましたけど、正直何回でもストレッチなので自分が気持ちいいなと思う範囲で無理せず楽に続けてみてください。続いて仕事の合間編。職場でさっきの動きはなかなかできないかと思いますので、もっと手軽にできる方法も紹介しておきます。私が職場っていうか外に出た時によくやっているのは、ストレッチの王道の動きですけど、片方の腕をピンと伸ばしてもう片方の腕を90度くらいに曲げてグッグッと後ろに引いてあげる動き、反対も同じように。で次は上で片方の腕を90度くらい曲げてもう片方の腕で肘をグッグッと後ろの方に引っ張ってあげる動き、こちらも反対側も同じように、よく学校のプールとかでやりましたよね。で次は腕を後ろにやって90度くらいに曲げてもう片方の手でグッグッと引っ張ってあげる動きをこちらも両側やってあげましょう。次に後ろで両手を組んであげて無理せず上がるところまでぐーっと腕を上げてあげます。この時の注意点なんですけど、腰が反ってしまうと腰に負担がかかってしまうので、反ってしまう方は腰の両側にハンドルのようなものがついていると思って腰をぐーっと中にお腹を中にしまってあげるイメージで腰をまっすぐにしてぐーっと上がるとこまで上げてみましょう。でこの姿勢のまんま次の動きに入ります。両手を万歳してクロスしてつないであげます。で耳の後ろぐらいに持ってきてそのまま上にぐーっと伸びてあげてください。でその状態で、しばらく10秒くらい経ったらちょっとお辞儀してあげる。で斜めにも回したり、この辺は気持ちいいと思う感じで自由にやってあげてください。姿勢だけはまっすぐ、腰がぐーっと中に入ってきたりしないように。上に伸びるときは顔もできるだけ正面を向いてあげましょう。ちょっときついんですけどね、ぐーっと体が伸びて気持ちがいいので、普通にバストアップのためだけじゃなくても肩こりとかにも効果がある動きなので、気が向いた時にオフィスなどでやられてみてください。これもいいですよはい、ということでエクササイズ同様全部やらなきゃいけないわけじゃないので、できそうなものをできそうな時にできそうな回数だけゆるーく続けてみてください。はい、ということでストレッチについては以上なので、今までバストアップについてご紹介してきたことをまとめると、お風呂で体を洗いながら毎日マッサージ、お風呂上がりにパックでもしながら週2くらいでエクササイズ、そして寝る前や仕事の合間に今日ご紹介したストレッチを毎日してあげつつ、バストアップに効果が高いと言われる食べ物を食べる、そして女性ホルモンの分泌を促す。意外とね、一番最後のやつが一番重要だったりします。これが私が経験してきた上で語れる最強のバストアップごぼう星です。はい、ということで今日の動画は以上になります。こんなみそじのおばちゃんにね最近バストアップ以外にもいろいろなリクエストをいただきありがとうございます。少しずつ動画にしていきますので、また見に来てくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。